じゃあ、グラフィックチームですね。お話聞いてみていいですか？すいません。だから第7節のためだけに鉢巻きがあるっていうのをね、作っていただいて。すいません、上座で。この前までフェイクのオーダーが書いてあって、今迷ってるのが、トレーニング器具を本当に置いていいのかどうか。梅原さんが来た時があったんですよ。その時、充実っぷりがグレードアップしました。もう一回来てくんねえかな、梅さん。皆さんこんにちは。リジェクトロトジの時々でございます。で、本日はここ虎ノ門にあるリジェクトのオフィスに邪魔しております。こちらで、レシャーと一緒にほぼ毎日練習をさせてもらってるわけなんですが、ここは練習部屋だけでなく、リジェクトのヘッドクォーター、本部なんです。ということは、いろいろな会社としての業務もこちらで行っているということになるわけです。で、今日はですね、オフィスツアーの方をやらせていただくということを快諾していただきましたので、このね、リジェクトっていう会社が一体どういうところなのかを、ご紹介させていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。はい、まずはこちらの。全員名前わかりますか？パセリさん。違うわ。マザーさんかな。そうマザーさんです。で、V の方。で、こちらがですね、リジェクトの本部となっております。潜入します。こんにちは。本日、リジェクトのオフィス、より詳しい方に紹介していただいた方がよろしいということで、こちらの方に、お越しいただいております。はい。よろしくお願いします。はい、ケニーです。よろしくお願いします。はい。ケニーさん、これね、動画を見てる方、ピンと来られた方いらっしゃるかと思うんですが、伝説的なプレイヤーでございます。もう、ほとんど昔の話ですけどね、だいぶね。僕と、実は、同世代、同じ学年ですよね。多分そうです。そうなんです。今年、39の年というか、そうですね。はい。そう、ケニーさんは、カウンターストライクやサドンアタック、懐かしいですね。で、名を馳せたプレイヤーの方が、今、リジェクトのスタッフさんとして、こちらにいらっしゃるということで、今回、いろいろね、ご紹介していただければなと思います。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい。この規模感というか、そうですね。当時に、ね、こんなすごいところに借りちゃってね。で、しかも、これちょっとまた詳しくは見せませんけど、ここで、よく僕は見るのは、ここでミーティングとか打ち合わせとかオンラインでやるボックス。結構ね、機密性の会話とかするときには、この本ブースっていうところに入って皆さんやられてます。まず冷蔵庫からですね。で、こちら僕らはあんまり使わないんですけど。これ社員さん？そうですね、社員と、あとお客様来た時に、お水、はい。いつも時戸さんが、飲んでらっしゃる、リジェクトのボトル、いっぱい入ってるもの。じゃあ、各島ごとに、やることが決まっているということなんで、そちらの紹介をね、ぜひしていただければなと思います。じゃあ、まずこちらですね。もう、パッと見ね、いろいろ機材とか置かれてるんで、ご想像つくかと思うんですけど、じゃあ、グラフィックチームですね。動画作ったりとか、SNS のバナー作ったり、クリエイティブ系の、クリエイティブですね。で、僕ら、こっち来るのって遅いんですよ。っていうのは、時間で言うと大体もう3時頃。で、帰るときは、10時とか、もうちょっと遅くなったりもするんですけど、ここだけは、その時間、大体いらっしゃいます。で、特に奥の右奥の方、大体います。その時間。あの方がいてくれると、僕ら鍵閉めなくていいので、今日もいてくれるなっていう感じで、邪魔しないように。お疲れ様です。お疲れ様です。今動画の編集ですか？そうですね。ここまで来ることもほとんどないので、一体何やってんだろうって思ってたんですけど。なるほど、なるほど。ここ動画を作ったりとか、映像を。そうですね。編集と撮影をしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこ
こちらは、はい、こっちはタレント事業部って言って、ストリーマーだったり、タレントさんのマネジメントをするところ、まあ、あとは、部門ごとの、マネージャーが所属しているところですね。お話聞いてみていいですか？すいません。ちょっとだけお話よろしいですか？はい。でこちらマネジメント部門の島ということなんですけど、どういうことをされて？主にタレントさんのスケジュールの管理であったりとか、あとグッズの企画であったりとか、あとイベントの企画をさせていただいてます。なるほど。で、今、RFN4 っていうイベントが、発表されて、で、たくさん、入られたということなんですけど、結構忙しかったりするんじゃないですか？そうですね、もう、基本的に夜の時間帯っていうのが主にスクリームの時間だったりとかあるので、まあ、その時間は基本的に張り付きして見てたりとかは。はい、やっぱりマネージャーさんも大変ですよね。そうですね。いろんなところとやっぱり調整もしなきゃいけないですもんね。いやお疲れ様でございます。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。そして、ここは今はここちょっと今、会議中で、なるほど、全体で。ないんですけど、プロダクト事業本部って言って、ゲーミングギア。最近で言うと、ちょっと東京ゲームショウの方で、出展させていただいたんですけど、ゲームギアの開発だったり、あとはアパレル系ですね。なるほど。マーチャンダイズの方を、主にこちらで、全てやってると。じゃあ、グッズとかを作るそうですね。あとは、まあ、グラフィック、クリエイティブの方と連携して、どういうデザインにするかとか。まあ、ここはでも多分、開発のものとかもあると思うんで、まあ、あまりちょっと寄らずに。あ、そう、これね、僕もよくお世話になってるんですけど、皆さんが多分どっかに、まあ、プライベートとかも含めて、いろんなところに行かれると思うんですけど、この前までの沖縄のチンスコがあったりとか、あとは中東のデーツとかが置いてあったり。こういうところにミロあるの珍しくないですか？確かに。そうですね。ミロ好きな方。いや、これは、この前シンガポールに行った時のカメラマンさんが、ゴーさんが、毎日子供にミロ飲ましてるんですと。で、言ってて、で、あそこのシンガポールのミロ薄かったんですよ。お店のね。そう。だから、日本のミロはこういう感じなんだよっていうことで、この月曜日とかですよ。本当に置いてくれた。常にミロがあるわけ。常にミロは多分なかったと思います。事件があって、ちょっと持ってきてくれた。確認用のミロ。そうです、そうです。続いて、営業チームです。なるほど。ここ営業チームだったんですね。はい。非常に強いと。いや、でしょう。聞いております。レクトさんの営業力。お話聞いてます。はい。ちょっと今ニヤニヤしてるね。めっちゃニヤニヤしてるんですけど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとこちらの、今どういったことをされていました？今基本的についてくださっているスポンサーさんとのやり取りをメイン、例えばストリートファイターのイベントをやりませんかとか、やってみましょうかとか、だからそういったうちの持ってる部門のイベントとか、あとストリーマーとかタレントを使って何か一緒にやりませんか、やってくれませんかみたいなお話をいただくので、そういうので、社内と外部をつないだような。なるほど。ハブみたいな。じゃあ、今の話で言うと、そちらの島の、マネジメント部門の方と、外部の方をつないだりとか。はい。なるほど。日々3つに連携を取りながら、やらさせていただいております。ありがとうございました。お願いします。経営管理部ですね。経営管理。一番、お金とか厳しくチェックしてる部署になりますね。はい。あれ、ケリーさん？自分も経営管理部で今、総務と労務を兼務してますね。はい。じゃあ、日々、具体的にどのような業務内容というか。そうですね。自分は、総務で言うと、社内の備品、チェックしたりとか、労務でいうところ、社員の皆さんが快適に働けるように、就業規則の見直ししたりとか、そういったところを、主にやらせてもらってるって感じですね。その一番奥、ここだけちょっと独立してますけど、あそこは一体いないですね。普通にいないですけど、うちの代表取締役、高山翔也の、責任になりますね。だから出社されてない？今日はどうなんですかね。大体いつもいるんですけど、今日は
なんかその辺ぶらついてる。そういう軽くいじってもいいぐらいな感じ。そうですね。結構、そういったブラックジョークみたいなのも全然 OK な会社ですね。はい、じゃあそんな感じで、リジェクトというオフィスがですね、皆さん回していらっしゃるということでございます。はい、ケニーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、リジェクトさんのオフィス、こういった感じでございます。で、こちらのフロアにあるのは、オフィスゾーンだけじゃなくてですね、他にもいろいろあるんで、そちらの方もですね、見ていきたいと思います。で、まずですね、ここのリジェクトの、代表的なというか、特筆すべきゾーンがあります。それは、この入り口入って右。こちらです。じゃん！こちらが、ソニーさん提供のもとで、リジェクトハブとなっております。で、こちらですね、普段はこういう感じで配置されてるんですが、大体ね、イベントがあると、そのイベントごとに模様替えをしたりして、こちらでみんなで、仲良く騒いだりだとか、昨日、日曜日だったんですけど、日曜オフィス来たら、なんかリジェクトハブやってるな、なんかイベントでもやってるのかなと思ってこっち来たら、なんと、対外的なイベントじゃなくて、あちらの社員さんたちがポケモンカードで休みの日に遊ぶという会。家族を連れた子供とかもいたんですよ。そういったこともやってるっていうね。で、まずこっちがスタジオスペースという名称になってまして、配置的にもわかると思うんですけど、実況解説なんかを行ったりできるような、スペース。ポスターもすごいいろいろあるんですそうなんですよ。これもだから第7節のためだけに、そう、鉢巻きがあるっていうのをね、作っていただいて。これだから第1節から第6節までのポスター。そういうこと？あ、そうだ。あ、これ毎節ごとにあったんだ。そういうの知らなかったな。あ、本当だ。すげえ。こういうことやってもらえると、やっぱね、より気合入るわけですよ。もちろん、僕らプレイヤーとしては、それがなかったとしても、すごいちゃんとやってるつもりではあるんですけど、やっぱね、毎節、こうして試合が終わった後に、僕らパブリックビューイング、こちら、呼んでいただいて、皆さんの前で喋ると。それやっぱね、より下手な試合はできないなというふうに思うわけですよ。そして、こちらが、サインコーナー。各、有名プレイヤー、有名ストリーマーの人とか。で、この予約席はずっとあるんで、僕はここにありますね。R、エータ。で、梅さんとかもね。そしてこちらがラウンジスペースとなっております。差し入れとか、飲み物とかと一緒にこちらで食べながらちょっとお話しするとか。PMGO ブラジル。優勝した。優勝トロフィーでしょうかね。なんだ、パブ G、エイペックス。これあれですよ。サウジの e スポーツワールドカップの。ああ、本当だ。はい、プレスされたんですけど、さすがにってことで、プレスされてない状態の持って帰ることができたんで、はい。もう棚に SFL のトロフィーも。そのうち来るでしょうね。はい。あとはプルルさんのグッズ。あ、ヨギボーだ、やっぱり。へえ。あ、じゃあそれもビーズクッション。そうです。はい。各スポンサーさんの、グッズというか、ここに置いて面白そうな、このヨギボー、ロート、で、ビザ。ビザ。これエボでね、一緒になりました。一緒になりました。一緒にこれを、カバンにつけたりとかして、ビザの、キャラクターですね。B。で、これ。こちらもなんと、ヨギボーさんの提供で、モジュでございます。ソファーですね。ビーズクッションだけじゃなくて、こういったものもね、展開されていて、これね、めちゃくちゃ軽いんです。で、僕も、疲れた時なんかは、ここ、誰も使ってない時ですけどね、誰も使ってない時に、ちょっと横にならせてもらったりだとか、
寝心地はどうですか？寝心地結構いいですね。はい。あと、温度管理もしっかりできるので。はい。まあ、こういったスペースで休むこともできるという感じですわな。非常におしゃれな空間です。すごいおしゃれですね。そして最後、こちらがストリーミングスペース。まあ、その名の通りですね。こちらで僕らだったりとか、あとはストリーマーの方が来て、ここから、ストリーミングできるというスペースで、もちろんね、マイクはありの、そしてこのカメラ。カメラはウェブカメラとかじゃなくて、ちゃんとしたデジカメなんですもちろん、ソニー製でございます。はい。ね。そのヘッドホンとか、はいモニターもインゾーン。そう。そうなんです。で、こちらガレリア。スポンサーさんのおかげで成り立ってます。ここで時戸さんは普段 SFL とかの練習をされてるっていうんですかね。ここで練習してるわけじゃないんですよ。実は、オフィスエリアの奥に、まあ、会議室だとか、僕らプレイヤーが練習する練習部屋っていうのもさらにあるんで、じゃあ次そっちちょっと行きましょうか。左に曲がる。あ、そうです。で、ここの部屋、ゲーミングルーム2が、僕らが、いつもね、やってる、練習部屋となっております。ここまで来ればもう緊張感全然なしです。もうここが、はい。時戸さんのリジェクト内でのホームという。ホームです。もうそこなんだ。で、僕もはい。すいません、上座で。まず、ここで、僕とレシャーは基本的に毎日来て、こちらから、練習してます。で、ここでね、綿密に、作戦を立てたりとか、この前までフェイクのオーダーが書いてあって、万全な状態で、臨んだりしてるわけであります。そのフェイクのオーダーが書いてあるっていうのは、何狙い？こちらですね、別にリジェクトのスタッフを惑わそうとしてるわけじゃなくて、ここの練習場って、ある程度オープンなんですよ。なので、他の、特にね、ディビジョン S のプレイヤーが来たり、出入りして、練習したりもしてるもんですから、まあそういう人の出入りがあるところなんで、まあそういったのを狙って、いろいろやったりしてるわけです。はい。で、こちら。ヨギボークッションロート G バージョン。で、これはよく、レシャー使ってます。レシャーとか、まあ、それを見た、ゆうとくんとかが、疲れた時にこちらに横たわって携帯見たりとか。まだね、彼らは、ハブを使うことに、ちょっと抵抗があるというか、僕クラスになるともう疲れた時はあっち行って、これですけど。はい。この部屋、すごいいい匂いしますね。ああ、そうなんです。いつの間にか、アロマが追加されていてというか。すごい。しかも、このアロマも、リジェクトの何かなんですね。リジェクトナンバーワン。言われてみれば。これリジェクトだったんだ。リジェクトですね。でね、本当に、ありがたいのは足りないものは何ですかっていうふうに、本当によく聞いていただいて、今迷ってるのが、ここにトレーニング器具を本当に置いていいのかどうかっていうのは、一応お世辞で言ってくれてる可能性もあるじゃないですか。でもついこの間も言ってくれたんで、本当にね、行ったら置いてくれちゃうと思うんですよ。いいかなとりあえずはちょっと。逆に、今まで時戸さんの要望で設置されたものっていうのは何かあるんですか？まずこの部屋用の Wi-Fi。とか、あとは、まあ、もともとは、僕とレシャーしか基本的にいないんで、パソコンもそんな必要なかったんですけど、プレイヤーがある程度集まって練習したいっていうのもあって、PC を、調整してもらったりだとか、そう。あとは2枚モニターで、横並び対戦で、1人1枚のモニターを使って対戦したいっていうのがあって、モニターを揃えていただいたりだとか、あと本当にたくさんありますよ。これとか、そう。実は、レシャー、練習しすぎて、ちょっと手痛めちゃったんですよ。鳥さんも昔なってたね。そう。で、僕が昔、その経験があったんで、直接痛めてるところじゃないんだけど、ここら辺リストを固定すると、僕の痛み和らいだんで、ひょっとしたらそれレシャーにも効くかもしれないなと思って、で、リジェクトさんがちょうどこれ、出してたんで、リストカバー。
ちょっと今余ってるのあったりしますかねって言ったらすぐ用意してくれて、で、レシャーもそれ使ったら痛み和らいだってことで、まあそういう、ケアをしてもらったりだとか、まあ本当にでもプレイヤーに対して、ケア半端ないなと思います。だから、僕たちも、頑張ろうと思いますし、レシャーはここの席で、まず、キーボードで絶対にアップするんですよ。へなるほど。コントローラーじゃなくて。はい、これ、ちなみに予備のコントローラーなんですけどね。あ、なるほど。はい。冷蔵庫はじゃあもうほぼ、時戸さんとレシャー戦中央ってことですか？そうですね。僕が買ってきたものもありますし、でも基本的にはリジェクトさんが、なんか入れてもらったりとか。補充してくれるみたいな。氷です。これ僕が。何に入れる氷ですか？大体コーヒーです。ああ、そうですね。アイス好きなので。で、下。こんな入ってたかな？いっぱい入ってますね。で、まあ、リジェクト水とか、はい、あとね、これね、ゴーさんが持ってきてくれるやつだ。綺麗取れます。そう。梅原さんが来た時あったんですよ。はいはい、その時、なんか充実っぷりがグレードアップしました。もう一回来てくんねえかな、梅さん。あとはレッドブルが入ってたりとか。あとこれ僕の700円アーモンドミルクです。それ、直でこれはコーヒーに入れて飲みますね。こちらのスペースで、はい。まあほぼ毎日のように練習されてるっていう。ほんと毎日っすね。シンガポールに行ってた日以外は、ずっといると思います。この1ヶ月ぐらい。まあ家近いんでね。あ、そうなんですか。はい、自転車で2、30分、20分あれば。はい、じゃあ普段は自転車でここまで来てる？レンタル自転車借りれるときは。で、これね、ここ虎ノ門なんで、はい、帰るタイミングになると、オフィス勤めの人がみんな多分使っちゃってて、なくなっちゃってるんですよ。10時とかになると。なるほど、なるほど。そういう時は、電車とか、まあ、バスがあればバス使ったりしますじゃあ、普段は何時ぐらいから来てるんですか？だいたいでも3時ぐらいとかですかね。で、その10時ぐらいまで。10時ぐらいまでは、はい、いる時が多いと思います。でも、基本的にはずっとここに座って、もう対戦してるっていうことが多いっすかね。まあ、軽いお話とかは、あちらでさせてもらうことありますけど、はい、まあ、チームの話とか、イベントの話とか。まあそうですね。チームっぽい感じしますよね。そうっすね。やっぱ、そういうマネージメントとか、いろんなやっぱ管理されてる人たちと、近い空間にいるっていうのは、やっぱチームとして、多分会社としてやりやすいのかなと思います。やっぱ顔見て話してると、なんか、アイディアとかも浮かびやすいだろうし、まあ一緒になんかできるといいなっていう感じになりやすいと思いますね。そういった意味でやっぱりこういう空間っていうのはあると本当にありがたいなと思いますね。そうですね。はい。今その SFL でリジェクトが首位独走中ですけど、はい。この環境のおかげっていうところも結構ある。これは大きいと思いますよ、本当に。結構違う、違うと思いますね。やっぱ、まあ、レシャーのワンマンチームで僕ら2人はちょっと上振れてるっていう。で、鳥飯さんがちょっと下振れちゃってるかなっていう感じではあるんですけど、やっぱりここで練習できたりだとか、あとやっぱチームの人っていうか会社の人と、毎日顔を合わせて一体感を上げれるっていうのと、あとまあ、パブリックビューイングに毎回ね、僕らも終わった後で参加させてもらって、一緒にその喜びとか悲しみを共有して、また次頑張ろうっていう風になるんで、それは本当に大きいと思いますね。今、第7節が終わったところで、ようやくね、単独1位、なれたところです。はい。引き続き頑張ってまいります。はい、それでは今回、リジェクトの強さの秘密に迫るリジェクトオフィスツアーでございました。また次回の動画でお会いしましょう。また。